はい、皆さん、こんにちは。リジェクトロット D の時でございます。本日は、先日行われた CPT ワールドウォーリアーの第1大会が終了しまして、そちらの方の結果のご報告と、各試合の振り返りをしていきたいと思います。で、まずはですね、ワールドウォーリアーとは何ぞやという話なんですけれども、まずは各、5回のポイント大会が行われて、順位に応じたポイントを獲得することができます。で、累計ポイント1位の選手と、2位から9位の選手で行う決勝大会の優勝者1名。で、合計2名が、カプコンカップの出場権を獲得することができます。去年は決勝大会の優勝者1名だったんですが、今年度は2名出場することができます。去年よりワールドウォーリアーの枠が増えたということですね。で、今回ルールがちょっと変わってまして、累計ポイント1位の選手は5大会の累計なんですが、2位から9位の選手で行われる決勝大会への進出権は、5回中3回の大会のポイントをたくさんゲットできた3大会を集計しての、ポイントで争うということになっておりますので。で、今回の私自身の振り返りなのですが、1回戦は、シードをいただきまして、2回戦からの参加となりました。2回戦の相手は、千代能さんという呪律界の方。MR はおそらく1500ぐらいだったと思いますが、僕呪律戦は、バッチリね、孫さんのおかげでやらせてもらってますんで、こちらは勝たせていただきました。そして3回戦の相手なんですが、こちらね、エニモさんという1000年、800、700、800ぐらいの、秋の方で、コンボとか連携も、ちゃんとね、組まれてる方だったんで、ちょっとね、危ないラウンドもあったんですが、やっぱね、大会ってことで、おそらく相手の緊張もあったと思います。ミスもあったりとかして、こちらも、2-0 で勝たせていただきました。で、そして4回戦でございます。こちらがですね、僕が懸念していた、ラッシュゲーミングの五郎さん。で、彼はチュンリーを使います。でですね、この方とは、この前のエボでリジェクト対戦部屋があったじゃないですか。で、そこで、格闘ゲームは始めてそんなに期間経ってないんですよ。おそらく1年ぐらいの方で、ちょっと周りとあんまり話せてないだろうから、ここはちょっと僕が先輩面を聞かせて、対戦さそうかなっていう感じで対戦してもらったんですよ。よし、じゃあ胸貸してあげますか、つって、対戦お願いしたところ、なんとですね、3先だったんですけど、0-3でしょられるというですね、非常になんとも、恥ずかしい感じで、練習は終わってしまったわけでありますが、なのでなんとかせんといかんなということで、モケとね、オフで練習してもらったりとか、いろいろやってはみたんですが、五郎さん、非常にうまかったです。玉抜けをね、とにかくバシバシ決められてしまいましたね。ここら辺で波動拳打てるかなと思ったところに、2回ぐらい、砲翼戦、SA2 を決められてしまったりだとか、ちょっと僕のチュンリ戦がやっぱ模型で出来上がってしまっているっていう部分は否めないので、ちょっと模型読みになってしまっているなというのが、反省点といえば反省点でございます。ただね、五郎さん、僕は非常に、いいプレイヤーだなと思っていて、練習部屋でもね、ちょっと勝ててなかったので、引き続き、チュンリーにも、目を向けてというか、強キャラ群本当に多い中で、チュンリーっていうキャラは1ランク落ちるキャラだなと思ってるんで、でもそういうキャラにもしっかり目を向けてね、今後も、取り組んでいきたいなと思います。よかったです、五郎さん。で、ルーザーズで当たった相手が、まず初っ端が、スケさん、ベガの方。こちらの方ね、普通に強かったです。非常に危ない試合の展開だったんですが、なんとか2対1で、勝利することができました。今ね、上手い人やっぱり多いね。その次で当たったのが、いぶし銀のコサ。旧壁さんですね。で、同じ剣使いだったのですが、壁さんは結構、の試合とかでもそこそこ練習したりしてもらえる仲なのですが、今回はね、うまく、まとめられた感がありますね。
読み合いの部分はね、OD 昇竜ガードしたりとか、トントンかなと思ったんですが、壁さんの壁攻めだね。端攻めで、こっちのね、ディレイジャンプとかのタイミングでうまくジャック攻撃からラッシュを決められたりだとか、端まで持ってかれちゃったっていうのが、そもそもあんまりいいことではないんだけど、そこを継続されてしまったっていうのが、向こうのリターンにつながってしまったということかな。反省すべき点とともに、やっぱ同キャラっていうこともあって参考すべきところが、たくさんあるので、また見直して、引き続きやっていきたいと思います。で、今回は本当に早い段階で、やられてしまいました。プール抜けもあと4回勝たないといけなかったんですよね。早い段階でウィナーズから落ちてしまったので、それも無べなるかなと。使い方合ってるかな。いう感じでございます。で、はい、97位だったため、全く引っかかっておりません。この順位をね、取り続けたとして、ワールドウォーリアーには全く引っかからないことになるので、なんとかして次以降を挽回していかなければなりません。いろんなね、大会がある中で、こちらの大会にもしっかり焦点を見据えてやっていきたいと思います。で、今回の上位入賞プレイヤーなんですが、納得のメンツだなと思うと同時に、オラリンさんや海老原さんは、のじ合いとかでね、僕は対戦させてもらうんですが、かなり強いので、これはやっぱ納得のメンツかなと思います。で、オラリンさんがですね、県で上位に残っているので、やはり同じ県使いとしてね、いろんな県のことは参考にさせてもらいたいと思っているので、こんだけ上位にいてくれると、キャラの自信はつきますので、ありがたいなと思います。以上さっくりですが、ワールドウォーリアー1の感想と振り返りとなっております。でですね、第2回大会は9月1日の日曜日とまた日曜日ですね、となっております。で、こちらの方も参加いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。で、僕の方の報告なんですが、7月31日に、サウジアラビアに向けて、サウジのね、e スポーツワールドカップですね、そちらの方の大会に向けて、塗装します。まずはそちらの方が僕の次の大会、参加する大会となりますので、皆様、何卒ね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、それでは本日はこの辺でありがとうございました。